皆さんこんにちは。大阪西区新町で、中華空心という中華料理をやってます、大沢弘明です。今日はですね、空心の人気メニュー、金華ハムのチャーハンを作っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、ちょっとね、チャーハンの説明だけね、していきたいなと思います。よくチャーハンを作る際にね、皆さんに聞かれるのは、どうやったら美味しいチャーハン作れますかとか、昨日のご飯があるんですけど、どうやったら作れますかっていうんじゃなくてね、美味しいチャーハンを作るには、どうしたらいいのだっていうことなんですけども、簡単な話でね、チャーハン用に美味しいご飯を炊きましょうということですね。はい。皆さん、パスタ食べたいのに昨日の残り物のパスタを作って美味しいパスタ作られへんなって悩むのはおかしい話で、茹でたてのそばが食べたいのに昨日の残り物のそばは美味しくないですね。美味しいチャーハンを食べたい時は美味しいチャーハンご飯を炊くっていうのが、一番近道なんじゃないかなと思います。はい、まずね、そのためのお米ですね。今日はね、タイ米のこのジャスミン米ですね。香り米って言われてるすごく香りのいいお米ですね。はい。これはね、もうタイ食材屋さんとかアジア食材屋さんに行けば今売ってますので、ぜひ使ってみてください。はい。これが炊けたお米なんですけども、お米3カップに対してお水を3カップ。日本のお米のようにね、浸水の時間はいりませんので、同割りのお米とお水で炊いていただいたものがこのお米になります。はい、それともう一つね、味のポイントとして金華ハムの、みじん切りですね。金華ハム。はい、で今日はね、この金華ハムの缶詰使ってますね。正式にはね、雲南ハムっていうんですけども、金華ハムの一種ですね。缶詰。これを細かく刻んだものですね。はい、それと味付けのポイントとしては、ナンプラーですね、魚の塩漬けですね。はい、すごく香りがいいです。それと香菜のみじん切りですね。それと白ネギ、卵ですね。材料としてはすごくシンプルなんですけども、本当に、メインになるチャーハンですね。すごく美味しいチャーハンとなっておりますので、今から作っていきたいと思います。でまずね、フライパンに、油ですね。大さじ1杯。はい。はい、じゃあね、はい、油、はい、もうね、平たいね、フライパンの場合はね、この油のところに卵入れてください。はい、じゃあ卵が半熟になってきたら、ご飯ですね。このね、うちのね、このジャスミンライスをね、使ったチャーハンの特徴なんですけども、皆さんね、チャーハン作るときはね、もう強火で慌てて炒めなきゃっていうんじゃなくて、もうこのジャスミンライスのお米っていうのはもともとパラパラっとしてますので、慌てず中火ぐらいですね、中火ぐらいの感じで炒めていきます。なぜそうするかと言いますとね、この卵とご飯の香りがしっかりと立つように、皆さんね、ちょっとね、こう強火で炒めて香ばしくなってるっていうのは、それはちょっとね、焦げた香りなんですね。そうじゃなくて、このお米の甘い香りと卵の甘い香りをね、ゆっくりと引き出していきます。もうね、今この時点でね、お米の甘い香りがね、すごくしてきてます。やっぱりね、チャーハンで一番大事なのは香りなので、焦げないように注意しながらゆっくりと炒めていきます。はい、そこにニンニクですね。ニンニク小さじ1杯ですね。はい、そこに金華ハムですね、15g。このね、金華ハムっていうのがね、すごく塩味がしっかりしてますので、生ハムですので、一回ね、入れる前に自分で少しね、味見していただけたらいいと思います。このチャーハンはね、塩は入れませんので、この金華ハムがね、うまみと塩の代わりですね。
ね、このお米の香りと金華ハムの香りとニンニクの香りがね、この相まって非常にいい香りしております。はい、そこにですね、ナンプラーですね。じゃあ2ついっぱい。はい、鍋肌に入れます。はい、お砂糖ですね。お砂糖を1つまみ。はい、これで香りが出ましたら白ネギのみじん切りですね。はい、それとシャンツァイの茎の部分のみじん切りですね。はい、このシャンツァイがね、すごく美味しいポイントなのでね、すごくね、これで上手にできますとね、ここでね、この甘いバターみたいな香りがしていきますね。はい、出来上がりですね。最後はもう強火であえても。はい、じゃあ盛り付けていきます。すごくね、シンプルなチャーハンなんですけども、ポイントが何個かあったと思います。そのポイントをね、上手に使っていただければすごく非常に美味しい、本当にごちそうチャーハンができると思いますので、ぜひご家庭でも試してみてください。ありがとうございました。